おはようございます。原田です。今日も新しい朝がやってまいりました。さて、これから何が始まるかと言いますと、おっさんの朝が始まります。みんな大好きモーニングルーティーン。僕もそういうことやっちゃうよ。リアルなやつ。軽くね、下調べしたんだ、僕なりに。したらね、リアルさに欠けてるところがあるよ、みんな。まずトイレだと思うんだよ、リアルは。違う？違った？みんなそこ省いてるだけか。で次はだいたい歯磨いたり顔洗ったりだよね、基本は。ただのおっさんの割にちゃんとモーニングルーティンやってるじゃないかって思った。できるんだよ、これくらい。カメラもちゃんと設置して、だいたい鏡に映る自分映すよな。そんなことよりも壁の手形が気になってしょうがねえかい。そうでもねえかい。やっぱ整ったおしゃれに対抗するにはこういうことしないと勝てないって思ってるから。そもそも勝とうとは思ってない。変な絵描いとけばいいと思ってる。で、だいたい歯を磨きながら部屋の明かりをつけていく。やっぱ朝は歩き歯磨きだよな。鏡の前で自分の顔見ながら歯磨きとかできないんだよね、シャイだから。こたつのスイッチをオン。何このリビングルームって思った今、僕が。そして歩き歯磨きを終わらせに、この辺のね、痰の絡み方とかがもうおっさんだよな。いやー、僕はおっさんになりました。そしてこれからどんどんおっさんに磨きがかかっていきます。そういう年頃なんです、40代は。多分ね。てかめちゃめちゃ正統派なモーニングルーティンじゃないですか、これ。ここまでの流れほぼ完璧でしょ。はい、ここまで順調に朝をやっておりますが、こっから多分個人差が徐々に出てくるんじゃないかなと。僕はね、このタイミングでコーヒー用のお湯を沸かします。そして温度計を見て室温をチェック。12度くらいか。最近は毎朝薪ストーブ使うようになってきた。今日もね、とりあえず火を焚くよ。実際そんなに寒くはないんだけど使っちゃう。これはモーニングルーティーンでも夏にはないルーティーンだよね。冬場限定。でも冬の方が長いからな。こっちの方が当たり前な日常なんだよな。1年間で火つける朝の方が多いってなんかすごくない？すごくはないんだけど、今まで経験したことがなかったので、なんかすごくはない。僕はね、この最初にガチャガチャキーを入れちゃうタイプです。そして閉めない。ちょっと開けとく。そうこうしているうちにお湯が沸く。ハリオの B60 ちゃんが蒸気を吹いている。止める。原田はカップを温める。そう、原田はカップを温める。いつものグラインダー。これもハリオちゃんかな。しかし、コーヒービーンズを切らしていた。忘れてた。今ね、郵便局がまたストライキしてやがって、注文したものが届かねえんだよ。ということでインスタントコーヒーだ。ネスカフェもバカにはできないぞ。インスタントコーヒー。普段飲まないけどな。これで僕の完璧なモーニングルーティーンの計画がぶっ壊れた。普段やらないことをやっている。本当だったら今頃ここに豆をひくガリゴリ音が響いてるはずなのに。いいさ。このコーヒーはきっと僕をちょっとだけヒーローにするから。僕はいつでも違いが楽しめる男。上質を知る男なんだよ。ゴールドブレンドって僕のことだから。さささと混ぜて完成する気軽さ。まさにインスタント。
コーヒー入れました。火も安定してきました。そしてここからが僕の自由時間の始まりです。自由時間といっても今から子供が起きてくるまで、もしくは7時半くらいまでかな。火が安定してきたらちょっと太めの薪をぶち込んでさらに温める。これでやっとくとね、子供が起きてきた時にね、部屋あったけえから優しい。ほい。そして自由時間何をするかと言いますと、なんと原田英語の勉強っす信じらんないっしょ。いや信じらんないっしょって僕のことを知ってる人以外わかんないよね。原田でもう13年くらいカナダで住んでるんです。で一切勉強してこなかった。でね、あんま喋れねえんすよ未だに。で今やってんの。13年っすよ。13年間勉強しなかったんだよ。やばくないつってもこの勉強を始めたのは1ヶ月半くらい前からです。最近。そして2個起きてくんの早っ。まだ6時くらいだぞ。こうして僕の集中できる時間は終了します。おい。そして気づけばもう明るいっすね。7時くらいだ。ちょっといつもより早いけど、キッズのランチを作ります。だいたいこのタイミングで髪の毛を縛ります。本日のランチもう決めてました。この前作ったトマトソースを冷凍してあるので、そいつを使って簡単なパスタにします。てかキッズのランチ週2くらいパスタだからパスタばっかです。なぜなら米とかサンドイッチとか嫌がるんですよね。だから選択肢が狭いんです。皆さんならどうします？おにぎりとサンドイッチ封印されてんすよ。こっちはパスタしかないっしょ。そうなったらね、やれやれだぜ。トマトソースに入れる具材は昨日の残りのチキンです。僕は堂々と誇らしげに残り物を使う。残り物といってもこいつはただ焼いただけのチキンではないよ。レモン、オレガノ、オリーブオイルで漬け込んでそれから焼いたチキン。地中海風だ。地中海風豆乳一緒に温める。地中海風トマトパスタを温めながらスナックや水の準備も同時に進行していく。手際よくやるのが主婦。主婦は手際。手際は主婦。いかに効率よく同時進行できるかが大事なんだ。特に朝は。僕の場合これくらいが限界。しかし大抵のモーニングルーティンにはここに朝食がついてくる。しかもその朝食はトーストとシリアルなんてもんじゃなく、栄養バランスを考えた献立みたいになってる。すごすぎです。僕には無理です。そもそも作っても子供が食わねえ。食わねえうちはどうすんのかな。食わねえんだよだって。人それぞれということで、パスタを茹でている間にミニスナックを作っていく。この可愛い入れ物にハリボーのグミちゃん。これね、子供嫌がんだよ。でもね、可愛いからやっちゃう関係ねえ。グミだけじゃさすがに文句を言われるので、クッキーも入れとく。クッキーさえありゃね、なんか笑顔になるでしょ。なんねえか、そんな甘くねえか。じゃあチップスもつけとくよ。パスタのタイマーが鳴った。仕上げに入ろうか。あとは和えるだけ。正直いかに楽にランチ作るかってことを考えてるからね。だから冷凍のトマトソースもストックしとくし、残り物も活用していくよ。入れ物はね、ちょっと温めとくよ。こうやってお湯入れて。それくらいの気遣いは僕にもできるよ。冷たい入れ物にあったかいものなんて入れれないよ。てかそんなことできる主婦いる？聞いたことないな。ね。はい、すいません。嘘です。そう、これはリアルなモーニングルーティーン。意識高い系の人たち、本当に毎朝あれなんですかと聞きたい。本当にあれなのか。多分本当にあれなんだろうな。だから意識高い系とか僕が思うんだもんね。意識が高いって
そういうことですよ。普段の生活いかに気を使うかってところですよね。はい、よし、弁当の準備が整った。あとは詰め込むだけ。ほい、朝の一仕事もいよいよ終盤。これね、弁当作るじゃないですか。で、子供帰ってくるじゃないですか。でね、この弁当箱を開けた時、ほとんど減ってない時、ショックなんだよね。ガビーンってなっちゃう。これわかるかな？きっと弁当作ってる人だったらわかる、この気持ち。でも愛してるからそれ以上何にも思わないんだよね。愛とか言っちゃってる。やば。そしてバスの時間がやってきた。子供が学校に行く時間だ。早く送り迎えしなくていい年になんねえかなって思ってるから。こらこら水筒入れ忘れてるぞと。ね、親みたいなことしちゃってるよ僕。今日は曇りっすね。風はあんまないな。これがね、雨降ってたりね、風が強かったりするとね、大変なんだ。てか、めんどくせえって思っちゃうんだよね。みんなの気持ちを代弁してあげてます。みんなめんどくさいんですよ、きっと。でもね、言えないんですよ、こと。なあ、めんどくさがってんじゃねえよ、親のくせにとか言われちゃうんだよ。言われないか？言わねえか？てか、誰も気にしねえ、そんなこと。何を言ってんだいって。あ、おんぶしてあげてる。わあ、優しいあのお父さん。ってなったかい？なんねえか、おんぶくれじゃ。だらだら歩っているので早送りしちゃう。来ました、スクールバス。これぞスクールバス。やっぱ黄色ですよね、スクールバスは。そして子供を送り終えたおっさんが帰ってきた。おい、これがリアルなおっさんのモーニングルーティンでした。いかがだったでしょうか。そしてモーニングルーティンやってる人、みんなこの動作やってます。ほら、カメラ止めに戻ってくる。はい。